今回はハードオフの駐車場で知らない人にもらった、ガチのジャンクノートパソコンです。ハードオフのレジで会計をしていたら、隣で買取査定の結果を聞いている、ナウイヤングのカップルがいました。どうやら、買取不可だったらしく、カップルがノートパソコンを持って駐車場へ。奥さんも会計を終えて駐車場へ。奥さんが駐車場で一言、買取不可なら、無料で引き取りましょうか？カップルの男が古くて起動しませんがいいんですかと。大好物ですと奥さん、ただの変態です。これが本当のラッキージャンクです。箱付き説明書付きで全て揃ってました。全体をぐるぐると見てますが、使用感たっぷりで、汚れや、日焼けが気になりますが、ただなんで文句はないです。汚れは拭けば綺麗になります。どうせ、CMOSクリアすれば起動するんでしょと、簡単に考えてた時期がおっさんにもありました。世の中そんなに、簡単ではなかった。とりあえず、中を見ます。オープン。ピッピ、ピンク。おっさんには不釣り合いの色です。しかも、キーボードも使用感たっぷりで汚れが気になります。ですが、ただなんで文句はありません。綺麗にしてきます。型番ですが、NEC ラビー、LL550RG3EP です。Windows Vista がインストールされてたモデルです。2008年8月販売です。アスロン X にデュアルコア QL60 が載ってます。綺麗にしました。キーボードはこれが限界です。使えるなら、漂白したいです。早速、電源を入れてみます。スイッチオン。電源ランプはつきました。ファンは動いてすぐに止まりました。画面はいつまで経っても無反応です。分解して、CMOSクリアをしてみます。バッテリーを外します。多分、消耗してるでしょう。HDD を外します。ここの蓋とメモリーの蓋だけ妙に白いのですが、分解歴があるのでしょうか？ HDD ですが、ウエスタンデジタルのブルー 160GB が入ってました。個人データなので責任を持って破壊します。メモリーを確認してみます。増設してありました。IO データ機器の DDR2GB。ハイニックスも 2GB。合計 4GB です。裏面のネジを外します。ネジの種類が少なく、とても簡単に分解できます。前に分解したレッツノートとは大違いです。DVD ドライブです。もはや、化石です。使い道があるのでしょうか？ DVD ドライブを外すと隠しネジがありました。裏面のネジは全部取りました。前面をばらします。モニターを全開にして、パネルを外します。フラットケーブルを外します。ボタン類は問題なさそうです。キーボードを外します。フラットケーブルを外します。キーボードを取らなくてもボタン電池は外せます。そもそも、裏面のネジを全部取らなくてもボタン電池は外せました。無駄が多いです。分解あるあるです。ML1220 です。コイン型の二次電池で最近国内では見かけなくなりました。繰り返しの充電で弱ってましたが手持ちがないのでこのままにします。ピンセットでショートさせました。メモリーを取り付けました。スイッチオン。先ほどと症状は一緒です。初回起動だから5分待ったが変化なし。メモリーの清掃と CPU グリスの塗り替えとファン清掃をしてみます。あと、できることはこれくらいです。CPU を外してます。グリスは新しかったです。綺麗にしました。取り付けていきます。前オーナーも色々やった痕跡があったので、起動するか不安です。メモリーは接点復活剤で綺麗にしました。スロットはエアーダスターで清掃しました。ファンと放熱板もエアーダスターです。祈りを込めて、スイッチオン、頼みまーす。神様、仏様、稲尾様。普段、神も仏も信じてないのに、こういう時だけ拝む。稲尾様だけは本物。ダメー。マジか。変化なしでした。念のため外部ディスプレイで確認をしてみますが、ダメでした。そもそも、このパソコンはビープ音が鳴るはずなのに、鳴ってない。CPU の故障を疑います。心が折れてパームレストをぼーっと眺めてたら、あることを思い出しました。ジャンカーのバイブルに書かれてたことです。ATI は焼け、ラデオンは焼け、AMD のチップセットは焼けです。AMD に焼きを入れてみます。準備しました。ヒートガンなんて家にないのでドライヤーで炙ってます。ドライヤーでプレイステーション3の、ハンダクラックを修理してた動画を思い出したので真似してみます。そもそも、ドライヤーなんかでハンダクラックが、治るなんて思ってません。ドライヤーで治ったらヒートガンなんていらないじゃん。万が一治ってもすぐにダメになるでしょう。10分ほど炙りました。嘘ー。
直った。120GB の SSD をつけてます。メモリーも 4GB で認識してます。脳汁が止まりません。BIOS の設定を済ませます。次の日 OS を入れようとしたら再発しました。ですよねこうなることは知ってた。原因はわかっているので気が楽です。ドライヤーで修理したぞって、どうやって動画を上げてもいいのですが、もう一個やってみたいことがあるので、やってみます。邪道中の邪道、パワープレイでいきます。チップセットに、ハンダゴテを直接当てます。ドライヤーで5分予熱して、ハンダゴテ5分、また5分ドライヤーで徐々に温度を下げます。こんなズボラなオフさん流は、絶対に真似しないでください。起動してみます。スイッチオン。これで、ダメなら諦めるしかありません。ダメでも諦めませんけどね。きたー。1日放置して様子を見ます。次の日も問題がなければ当分使えると思います。延命に成功です。Windows 10を入れました。当然ですが動作はもっさりです。CPU 使用率とメモリー使用率がともに高いです。これでは、ホームページを見るだけで、CPU の使用率が 100% になるので、動作困難になります。なので、Linux にします。Linux Mint 20.3 ウナシナモン64ビットです。ウナなのかウーノなのか、イタリア語なのかスペイン語なのか、不明です。入りませんでした。左上でずっと点滅してます。Linux ではよくあることです。諦めません。Linux Mint が入った SSD をつけてみます。点滅しました。無理。次は画面が真っ暗になったまま進みません。ビデオメモリサイズを 256MB から 128MB に下げます。これで、読み込んでくれました。インストール後に256に戻しても問題なくいけました。Linux Mint シナモンです。ライトヘビー級 Linux です。ネット検索ですが、ワンテンポ遅れます。YouTube を開いてみます。15年前なら、許されますが、現代人ならとっくにブチギレて、パソコンを破壊するレベルです。遅い。めっちゃ遅い。YouTube を見ながら文字入力も問題なくできました。右下のちっちゃな画面なら、画質の粗さも気にならないレベルです。でもやっぱり、シナモンは重い。ちなみに、YouTube を視聴しながら作業をすると CPU 使用率が 100% に張り付きます。せっかく DVD ドライブがあるので、DVD から軽量 Linux を入れてみます。95OS です。ドイツで開発されている軽量で Windows XP っぽい Linux ディストリビューションです。スーパー低スペックな PC でも軽快に動く OS になってます。入れて色々してみましたが、ウプ主との相性問題が発生したため諦めました。なんかフィーリングが合いません。なぜでしょうか？結局、ミント待てにしました。この後も、不具合があり、なぜか Linux が起動しなくなりました。USB レガシー機能を使用しないにすると、起動するようになりました。フェニックステクノロジーズの呪いかわからんけど、ブートでこけるなんて。しかも3回に1回起動しなくなりました。電池交換をして、電源ボタン周りの清掃や錆取りをしたら、普通に起動するようになりました。ここまで来ると、何が原因で起動しなかったかわからなくなりました。しかし、不具合は楽しい。変態です。早く収益化してヒートガンやプリヒーターを買いたい。今回は以上です。人生の暇つぶしになった人は、チャンネル登録と高評価をお願いします。バイバイ。